こんにちは、ジローです。今回はですね、鶴を作りました。で、僕はあんまり普通の鶴とか、好きなんですけど、それ以外にもこういうちょっと変わった鶴が好きなんですよね。鶴もね、綺麗でかっこよくて好きなんですけど、ちょっと紙飛行機もそうなんですけど、変わったものが好きでして、今回は5個首がある鶴をご紹介します。で、これ難易度として結構高いと思うので、僕もね、実はこんだけ作ってやっとできたっていう感じで結構難しいので、もしチャレンジする方がいましたら結構難しいっていうところをね考慮してやってみてください。これとかもなんかよく分かんなくなっちゃいました。途中からこんな感じでいろいろやって、僕は3回やってやっとできたっていう感じですね。なので、もしよかったらチャレンジしてみてくださいこんな鶴対5首鶴超強そうでは作り方いきましょう。ですね、これまず正方形の紙をご用意します。で、意外とこの A4 用紙でちょうどいいサイズです。ちょっとでかいかなと思ったんですけど、このくらいがちょうどいいサイズです。なので一旦ね、切って作ります。それで正方形ができました。で、これを一旦真ん中で2つに折ります。こっちも合わせて。で、これで中心が分かりました。そしたら4方向からこう中心に向かってで折り目を入れていきます。白だからちょっと分かりづらいかな。はい、こんな感じでできました。そしたらですね、これを反対側にペラッつって三角にします。そしたらこれもまたペラッて三角にします。こんな感じですね。そしたらですね、この片方を中を開いてあげて四角形を作ります。よし。で、こっちも四角形を作ります。で、こんな感じになったと思います。そしたらですね、これをちょっとどうしようかな。開いてあげて、この鶴を作る時のように、こっちかな。まずはここ。鶴を作る時のようにできます。で、そしたら開いてあげて、ここですね。ここまではずっと鶴と同じですね。はい。で、反対側も同じく、ずれちゃった。印をつけて、で、ここに折り目をつけてと。そして、はい、こんな感じです。もうちょっとかな、こっちちょっとずれてた。はい、こんな感じになりました。そしたらですね、これをね、一旦広げます。一つここを広げたら、こちら、後ろ側もこうやって取れるんで、こっち側もピッて引っ張ると、こうやって広がるので、これをそのまま、こうやって広げちゃいます。こっち側も。はい。じゃあ次かな。で、これもこっち側もね、チク。ここを持って、ピッチって。ここを持って、こっちもちょっと強めに引っ張ると、ピッて。はい。こっからがやっぱり違いますね。そうなりましたら、これをですね、
旦こうやってピタッて持ってあげて、反対側もピタッて持ってあげて、でですね、こんな感じになったと。そしたらこれをピュッて開いてあげて、ここを開いてピッて四角形を作るようにここを押しながら四角形を作っていきます。はい、でこれを残りの箇所一旦これ戻しますね。折り目だけつけます。こっちもピッてつまんで四角形に折ります。はい、折りました。でこんな感じにはい、イカさんができました。さっきとちょっと曲がってるの。イカさんができたらですね、これを上の方を一旦ここでもう一回折り目つけて、ここを先端をこの中央に合うようにピシッと、でここに折り目をつけます。そしたらですね、これ一旦広げます。バサーッとここまで広げます。でここが一番厄介なところでして、これをですね、まずこの折り目超重要です。ここ超重要ですよ。ここの四角を下側にこうやって折り目を作っていきます。四角だけ、こっち側もここだけ、でここも同じく出した。はい、4箇所折り目がつきました。そしたらですね、ここの中の四角をこう谷折りの折り目をつけます。なのでこれちょっとね、こうやって置いてあげて爪とかでピッてやった方がいいですね。こういうところがなかなかね大変なんですけど、はい、こんな感じで折り目がつきました。そしたらですね、ここです。この折り目があったところの四角をちょっと軽くこうやって戻しながら、ここがややこしいですけど、こんな感じで折っていきます。先ほどね折り目をつけたところ、こうやって両方から谷折りと山折りしたところを重ねていきます。でここちょっとねスムーズにいかなくてすいません。なかなか難しい。来た。はい、こんな感じです。でここ一旦全体でピューって押して折り目をつけちゃいます。ここを超えたらだいぶいきますね。じゃあちょっとこれをさっきの元の形に戻します。こんな感じですね。そしたらこれを戻してあげてイカさんの形に戻しますので、ちょっと戻しますね。で戻して四角形になった。イカさんをこう畳んであげて四角形にしますね。ここのカクってなってるんですけど、それをこっち側にしてこの内側に両方を置いて折ります。そしたらペラってやって、この次のページで両方から1枚だけ、こっちからこっちでこんな感じで折っていきます。ペラってやって全ページペラって折って、そし
したらこんな感じでシンプルになりました。そしたらもうラストスパートです。一旦開いてあげて、ここいつものつるのように両から折っていきます。切って、ここも一旦開いて、ふわっと開いて、先っちょはちょっとずれてる。こんな感じ。いつものつると同じですね。そしてここも一旦開いてあげて、どこだ？こっちか。違うな。ここか。ふわっ。4箇所5箇所ぐらいかな。全部開くところを開いて持っていきます。こんな感じで開きました。でですね、まだね、下にペラペラがまだ残ってるので、これも全部一旦ここ折れますけど、限界まで折って閉じる。いきますよ。上に折って閉じる。ここら辺からね、だいぶ硬くなります。いろんな束が重なっちゃうので。開いて閉じる。はい。こんな感じで山みたいなのがいっぱいできましたね。でですね、これをですね、こんな感じにどんどんしていくので、これじゃないか。これか。こんな感じにしていくので、これを軽く開いて、まずここの小さい三角があるところと、その隣は、なんもないところがあるんですよ。ほら。あ、これか。これと、ここ。で、最初にこの小さい四角があるところをメインに2回折っていきます。下かな？うん。開いて、こう、中央に。ここはいつものつるの折るパターンですね。顔の部分です。で、両方から。これ結構硬いので気をつけてください。そしたらこれを閉じる。閉じて、硬いな、ここ。閉じます。して閉じたら上にペタッと戻してあげて、こっちで閉じる。はい。で、これをさっきの小さい四角があるところ全部先にやっちゃいます。そしたらですね、この小さい細長い三角が1、2、3、4、4個できたんですけど、残りのこのちょっと大きめなね、羽っぽいところがあと2つ折って完成なんですけど、この折る箇所がですね、ここどこか2つ隣り合わせだけ残して、他は先ほどのように折っていきます。なので、じゃあ、こことここを羽とした場合、こっちの2つを首にしましょう。そうした場合ですね、これちょっと折りづらいですけど、硬いので折りづらいですけど、内側にこうやって折って、硬いですよ、ここは。折ったら、内側にピッて折ります。折ったらですね、これを半分に折って、この感じで、これが尻尾だとして、ここ、羽の部分が2つね、できました。それ以外は細長い棒になりました。で、この首の部分なんで、ちょっと前に出してあげます。
少しだけ前にね。とりあえず、そうだね。こんな感じかな。で、ここをまず、順番はいいんですけど、羽を広げてあげます。で、あとは首をそれぞれ作ってあげる。で、先端をちょっと持って、内側に入れる。ちょっと曲がっちゃったかな。で、これをそれぞれ。この首があるだけですごい変わりますよね。調整したりして、じゃん、5首のつるができました。ちょっといびつですね。こっちの方がうまくできたかな。こんな感じで揃えてあげてください。今回ちょっとこの部分を羽にしたみたいですね。前回と違う。だからこっちのちょびっと三角がある方を羽にした方がいいのかもしれないです。ぜひぜひ試してみてください。それじゃあまたね。バイバイ。